もともと和江さんの案内を見て、ヒプノセラピーとボディーワークが融合したっていうところにものすごい興味を持って、というのが、自分がずっとボディーワーカーとして体に触れてきて、で、そのことの限界と、ヒプノセラピストとしてヒプノセラピーをやっていく中での限界みたいなのをそれぞれ感じていて、で、自分自身でもそこを融合できないかなってことは思っていたんだけれども、うまくできていなかったことをされているのかと思って、で、興味を持って受けに行って、自分がやっていただいた体感が本当に素晴らしくて、自分がやりたいと思っていた形をもう作ってくださったっていうので、これをやりたいっていうのを受けたその日に心を決めて、お願いをしました。その2日間全部が、本当にすごく自分の中に深く、素晴らしい経験として残ってはいるんですけど、聞かれて一番思い出すのが、そのセッションをやってる姿で、和江さんとあと、マリコさんのデモセッションを見せていただいた時に、なんせその美しくて、やってる側もそのクライアントさんも、なんだろうな、なんか本当アートを見てるような感じで、なんか見入ってしまって、その美しさみたいなのが一番印象に残っていて、和江さんがモデルになってやられたセッションの中で、このコンソセラピーが平和運動だっていうことをおっしゃられていて、なんかそのことが一番深く残っていて、というのが、いろいろ自分も興味があってやってはいるんですけれども、ね、今、社会とか地球とかにいろんな問題がたくさんあって、そのことを全部自分がやっていけるわけでもなくて、で、あの言葉を聞いた瞬間に、自分はこのコンソセラピーを通して、これをやることでいろんなことに、貢献というかね、していけばいいんだなって、なんか腹を決めた瞬間だったというか、だからそれぐらい自分にとってコンサルセラピーって、本当に深くこう魂に落ちた感じでした。もうすでにサロンの中で、元々の、お客さんに声をかけて、モニターセッションを始めたんですけれども、その中で、やればやるほど素晴らしさっていうのを今感じているので、とりあえず1月から本格的に、モニターっていう形で募集を始めて、とりあえず今100人、まずやろうと思っていて、100人やった先になんかまた、すごくいろんなものが見えてくるんじゃないかなと思っていて、いろいろやってはいるんですけれども、今自分のそのサロンの中で、このコンソを、本当に真ん中に据えてやっていきたいなと思っています。もちろんヒプノセラピーやボディーワークもそもそもそういうものだとは思うんですけど、その委ねるっていうことが一番問われるっていうのをすごく感じていて、クライアントさんの体を動かしていく中でも、自分が動かすんじゃなくて、その相手の動きを待つっていうことであったり、こうどうしてもヒプノセラピーの感覚で、何かやろうってしちゃったりする瞬間も来るんですけど、ああ、でもそれすらいらないんだなって思うこともあったりして、本来ね、こう何かをするんじゃなくて、ただその待つ、寄り添うっていうことがセラピーの基本だと思うんですけど、そのことをこう再確認させてもらってるなっていう感じがあって、そういう意味でコンソセラピーの可能性って無限大だなと。感情解放っていうこともそうだし、私の住んでるエリアだとこう瞑想とかやってる方ってなんか異常に多くて、こう瞑想クラスみたいなのもいっぱいあるんですけど、瞑想が一人でできないとか、瞑想に深く入れないとかっていう方もいらっしゃって、そういう方に対してもその解放っていうんじゃなくて、ちょっと二人瞑想みたいな感じだなっていう感覚もあって、一人で入れないところまでこうサポートして一緒に自分の内面を旅するみたいな感じも、このセラピーだったらやれるんじゃないかなとか、いろいろ考えると今からワクワクしています。